皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はちょっと緊急提言の第2弾ということで、連続していろいろ出てもらっているゲストなんかの話に割り込んで、今日もちょっと1本だけ作らせてもらいたいと思います。ぜひとも喋りたいことが出てきたので、よろしくお願いします。お願いします。ぜひとも喋りたいというものがですね、WBC なんですね、来年の。それの、ニュースにもなっていますけれども、WBC の独占中継が、ネットフリックスになってしまったと。ネットフリックスという、VOD ですね。ビデオオンデマンドですね。要するに有料チャンネルです。それで日本では、地上波でも衛星波でも見られなくなってしまったと。2003年に一昨年にやった、大谷の、アメリカですね。決勝で最後、トラウトを三振に取ったというようなところの、シーンが再現されるかどうかは別問題として、あれほど盛り上がった番組が地上波では見られなくなったっていう事件を取り上げたいと思ったんですが、他でも取り上げてるところいくつかあります。記事にもしてるところありますけども、誰も喋ってないところ、誰も書いてないことを今日喋りたいと思うんですけれど、このネットフリックスの独占中継事件というのは、事件ですよ。事件というのは、広陵高校の夏の甲子園大会の暴力事件と同じじゃないかっていう意見を言いたいんですね。同じというのはちょっと言い過ぎで、同じ根っこの原因があるんじゃないかということですね。原因にですね。原因に。それは一体何かって言ったら、もう気づいた人もいるかもしれませんけれども、夏の甲子園大会、朝日新聞の主催ですね。朝日新聞が主催してやっている中で、暴力事件が起きて、それも SNS なんかで大騒ぎになったところで、広陵高校が大会途中に出場辞退するという事件が起こったわけですね。これ朝日新聞っていうのは、ジャーナリズムを担うメディアの問題ですけれども、一言で言うと、オールドメディアですね。古臭いメディアですね、新聞という。そのオールドメディアが SNS に負けちゃったというような言い方のできる事件だったというふうに考えるならば、今回の WBC がネットフリックスの独占中継になって、日本のプロ野球の、主な選手の活躍する場が見られなくなったっていうのは、これはネットフリックスに読売新聞が負けたことになって、やっぱりニューメディアに、オールドメディアがやられてしまったというような問題なんじゃないかという捉え方ができるんじゃないかっていうのが僕の見方なんですね。これ、やっぱり非常に日本にとっては大きな問題だと思うんですよ。要するに高校野球もプロ野球もオールドメディアの新聞が牛耳ってると。おまけにその牛耳ってる新聞というのはオールドメディアで新聞なんだけれども、クロスオーナーシップのシステムで、テレビともラジオとも繋がってるわけですよね。テレビやなんかで、ワイドショーやなんかで喋るときも、別にこれが、要するにニューメディアのことについてとかなんとかっていうのは喋れないわけですね。やっぱり。オールドメディア、古いメディアがやった失敗ですよね。ですから、例えば、テレビ朝日やなんかは、広陵高校事件のことについても、さほど喋れない。というのと同じように、日本テレビは、今回のネットフリックス事件について、どういう喋り方してもいいのかと思ってよく見ていても出てこないという。こういう、なんていうか、オールドメディア対ニューメディア
の問題として現れたという言い方が出てきるんですね。で、これ具体的には何か、前回までは報道されているところによると、報道というのはネットなんかでね、報道されているところによると、放映権料が30億円ぐらいだったらしいんですよね。前回までは。前回までは。ですね。それが今回は150億円に値上がりしたんじゃないかというふうに言われていて、それでネットフリックスの単独独占、中継ということに対して、読売グループなんかが日本だけでも地上波でやらせてくれっていうようなことが言えなくなってしまったわけですね。何にも。要するに何の力もなかったわけ。何の力もないってのはどういうことかっていうと、その WBC を運営しているのは、メジャーリーグとメジャーリーグの選手会が作った WBCI か、というような、会社が牛耳っていて、牛耳っていてというか、それが運営していて、きちんとしたコントラクトもあってやってますからね。そう。きちんとした、ことでやってる。で、きちんとしているから、日本人で見られないなんて言わんがって、別に、うん千円、払えば全部見れるというようなことは言おうと思えば言えるわけですよね。それを、読売グループは、今まで通り、日本の、せめて日本のチーム、試合ぐらい見せてくれというようなこともすら言えなかったと。これ、例えば。嫌みったらしいコメントに出してましたよね。そう、やっぱり見たネットでも出てたよね。これからも努力していくというような。あれを見ると、もともと、その放映権というのが、読売側に、何かを言う権利がもともとなかったような感じですね。全くなかったんですね。要するにこれまでもおそらくなかったねっていうことでしょうね。運営しているのは、さっき言ったように、メジャーリーグとメジャーリーグの選手会の作った会社がやっていて、そこからおこぼれですよね。おそらくそういうことでしょうね。最初は 5%、その後 7.5%、全収益のうちそれだけが振り当てられるというのがあったらしいんだけれども、運営には全く携わってないわけですね。これ、ものすごく面白いんだけれども、もう今は亡くなってしまったけれど、社会人野球のドンと言われていた山本栄一郎さんという方と、私何度も会ったこともあるし、対談したりもしたことあるんですけれども、彼が、20世紀の終わり頃に、スーパーワールドシリーズをやるっていうことで、メジャーリーグと一応合意になった時があったんですね。それでスーパーワールドシリーズをやるんだっていう時に、日本のプロ野球が全く協力してくれなかった。これはスーパーワールドシリーズはどういうことかっていうと、アメリカのワールドシリーズで優勝したチームと、日本シリーズで優勝したチームが戦うというやつですね。これをやりたいというふうにメジャーリーグに持ち込んでいって、ほぼやろうということが決まりかけたときに日本のプロ野球は全く動いてくれなかったと。でプロ野球がって今言いましたけれども、はっきり言うと読売がなんですよね。プロ野球を動かしてるのは読売ですから。で、そういうことがあったときに、9.11 の無差別テロ事件が起こっちゃって、こんな話が全くなくなったんですよね。そのなくなってしまって、で音沙汰がないなというときに突然、メジャーリーグが WBC を立ち上げたわけです。ですから、初めて WBC をやるときに日本のプロ野球、NPB は参加しないって宣言したんですよね。反対しましたよね。反対しました、長く。この時のメジャーリーグの脅しもすごかったんだけれど、そんなに反対するんだったら、もうこれからは日本のプロ野球孤立するぞと。で、おまけに、これによって WBC を失敗したら、それの損失を保証してくれとか言い出したんでね。そうですね。自分がやり出して参加しろという、誘っていって参加しないなら、
質を保証しろってこんなバカなことないんだけれども、なんかアメリカ的ですけどね。いや、本当に言われるまま言われてね。それでもう結局日本は押されて、WBC に参加するようになったわけですよね。これ、第1回の時は私も取材に行っていてよくわかってる、よく知ってるんだけれど、面白かったよ。イチロー選手の態度が。練習の時に選手に近寄っていくんだよね。いろんな日本の選手に。はい。で何喋ってんのかな思って近寄ったら、ねえねえねえ、どうすんの本気でやるのって言ってんだよね。本気なのこれとか言うて。要するにそんなことから始まった WBC だった。そんなことから誰もがあんまり注目しなかった WBC で、それもひどい、判定が出たりしてね、アメリカに、こう、有利な判定がして。組み合わせとかそうでしたよね。そう、組み合わせもひどかったし、っていうので、で、おまけにって言ったら、日本の選手に悪いんだけれど、日本が優勝して、アメリカでは全く人気がなくて、そんなこと知らないっていう人が多いぐらいだったのが、徐々に知られてきたわけですよね。はい、徐々に知られてきた瞬間に、よし、そんなら、これは商売になると。要するに、メジャーリーグもメジャーリーグ選手会も思うわけですよ。で、商売になったから、ネットフリックスに高額で売れたわけですよね。もう完全に日本のプロ野球なんかはもう置いてけぼりっていうか、ほったらかしにされてるわけで、なぜほったらかしにされてるかっていうと、プロ野球が、オールドメディアによって支配されているから。日本の高校野球が全く改革できないのも同じことですよね。これすごく面白いなと思うのは、日本からね、メジャーリーグとね、交流しようっていうので、例えば孫正義さんなんかが、ソフトバンクを買った時なんか、アメリカ行ったりしてるんだよね。でも相手にされないのよね。全然。なぜされないかって言ったら全部、セリーグ、パリーグとして、あるいは NPB としてまとまってないからなんですよね。はい。で、NPB のコミッショナーとして誰かが行って交渉するなんてことを考えられないんですよね。ないですね。これ、小崎さん、ちょっと嫌味な質問するけど、はい。コミッショナー知ってる今は、どなたでしたっけ？今はね、私も調べました。関西電力の社長で、経団連の会長、社長じゃなくて会長ですね。関西電力の会長で、経団連も会長されている、榊原、貞之さん。この方なんですけど、誰も知らないよ。はっきり言うと、今裏でスタッフの人もいるけれども、絶対知らないよ、もう。で、もう一つ面白いのは、だったらメジャーリーグのコミッショナーは誰かっていうのは、我々もこれ知らない人も多いと思うんですけども、ロブ・マンフレッドという方で、この方が一体何したかっていうとね、1994年から5年にものすごく大きな長いストライキがあったわけですよ。はい。そのストライキの時の選手会の指導者ですよ、この人。で、それで MLB とくっついていって、MLB の中で出世していって、COO、最高、要するに、経営の責任者になって、その後、コミッショナーになった。という方で、もう専属で MLB 全体のビジネスをどう儲けるかということをやる人なんですよね。そうですね。日本のプロ野球にそれをやる人がいないんですよね。この構造っていうのがね、また高校野球とそっくりなんだよね。これはスポーツライターの小林信也さんなんかも言ったことなんだけれども、高野連の会長、これは高薫さんという方がやっておられるんだけれども、この方は、夏の甲子園大会、全国高等学校野球選手権大会の、会長じゃないんだよね。
結婚そう。要するに会長は、朝日新聞の大会の、はいはい、大会会長。大会の会長ではない。大会副会長なんだよね、こうやる人は。はいはい。で、会長は誰がやってるかって言ったら、朝日新聞の社長なんだよね。はいはい。で、これは戦前から朝日新聞が単独で、夏の甲子園をやっていたから、これを戦後になって GHQ がね、最高司令官、マッカーサーの、まあ、占領軍ですよ。そこが、教育の場に、新聞社が主催するようなのはいけないと。言われて作ったのが高野連だって。でも大会とかの運営は全部朝日新聞がやってんだよね。そうですね。始球式のボールが、朝日新聞のでかい旗がひらってくるのと同じでね。そうしたら、それと全く同じ感じで、読売新聞が、プロ野球を、はっきり言うと牛耳ってるわけですよ。全体を。で、こんな組織で、果たして日本の野球がいいのかということを、誰も言えない。というよりも、裏では言ってる人いっぱいいてね。私もスポーツ議員連盟の人たちと、東京オリンピックの前に、もうたくさん何回も会って仕事することあったんだけれど、裏ではみんな言ってるんだよね。朝日新聞の高校野球はなんとかしなきゃいかんとか、プロ野球の読売新聞はなんとかしなきゃいかんとか。ところがメディア相手だったら議員さん何も言えないんだよね。だからね、オールドメディアが支配している日本の野球界っていうのがある限り、野球ビジネスが大きくならないんですよね。自分たちの新聞を売るためにやってるとかね、自分たちの利益のためにやっているっていう。もう、これをなんとか変えなきゃ、どうにもならないっていうふうになるか、それとももう見放されて、野球ファンはネットフリックスの会になっていくかっていうような、もう、今ちょうど瀬戸際になったところなんだけれども、大事なのは、オールドメディアが野球を道連れにして死んでほしくないということなんですよね。要するに野球は日本の野球をどうしたらいいかっていうのをきちんと考えて運営していく。だからどうしたらいいかっていうのは、プロ野球ならコミッショナーが経営者として、もうリーグ全体を運営していくと。だから高等学校野球連盟は高等学校野球連盟の会長さんが高野連として、どうしたらいいか運営していくと。そういうことを本当ならば、ジャーナリズムが主張しなきゃいけない。それで私のジャーナリズム、玉木のジャーナリズムではそれを主張するんだけれど、朝日新聞のジャーナリズムは主張しないし、読売新聞のジャーナリズムは主張しないし、最近は新聞とかは、テレビとかは、ジャーナリズムっていう言葉使わなくなったからね。もうメディアっていう言葉しか使わない。そうですね。メディアっていうのはハードウェアを指して言う言葉ですよ。媒体というものはね。その中のソフトウェアとしてのジャーナリズムが存在しないから、玉木のジャーナリズムを始めたんだけれど、この、ネットフリックスの今回の WBC の独占中継と、それと高校野球の広陵高校の問題。この問題二つは同時に考えて、同時に、オールドメディアの、要するに限界というものがもうすでに現れたというふうに考えないとダメでしょうね。でそのメディアの歴史についてはね、高校野球の夏の甲子園大会はいらないという、私と小林信也さんの協調の中に、きちんと書いているので、ぜひともこれ読んでほしいと思います。それと、もう一つ先ほど山本栄一郎さんの、メジャーリーグとスーパーワールドシリーズをやろうというような話。これは私が、岩波の月刊誌の世界という本で
対談しているのがありますし、それは私のホームページで読めるようになってますから、ぜひとも読んでみてほしいと思いますね。山本栄一郎さんはメジャーリーグと対抗するために、日本と中国と台湾とオーストラリア、韓国と、で、ウエストパシフィックリーグを作って、それで世界の二大ベースボール勢力にしないと、このままではダメだってことを言っておられますね。それともう一つ言っておられるのは、サッカーですね、日本の。はい。日本のサッカーがメディアに支配されずに独立したのおかげで、独立したっていうのは、要するにこれも読売日本サッカークラブという会が、どうしても読売ヴェルディと言って、サッカー界を支配しようとしていたのが、はい。川淵チェアマンとの戦いに敗れて、それで今、J リーグは、マスメディア、オールドメディアの支配から逃れてるわけね。で、支配から逃れたら、全体リーグとして、放映権をダゾーンに売って、で、その一部は、日本の BS でも見られるようにして、という風な配慮ができてるんですよね。そういうことがプロ野球ではできない。なぜかって、オールドメディアだから。これが、そろそろこの問題、どっかにも思い切り書いた方がいいですね、私も。ただね、これ、見てるファンは、あんまりここピンとこないんですよね、どこがし合ってるかっていうの。ただ WBC って、世界大会、優勝した、やった、で終わっちゃってるんですよね。前回もそうでしたし、この話僕も他のところで話はしましたけど、しらけるんですよね、みんな。やっぱり、勝ったんだからいいじゃないっていう。日本が優勝したんだから、世界一なんだからいいじゃないで終わっちゃうんですよね、これ。日本の野球が一体どういう世界の中でどういう立場にあるかっていうところは、あまり話題にされないっていうこと。それがオールドメディアが今まで支配してきたから、そういうところも、あまり知らせてなかったっていうところはあるとは思うんですけど、それは結構ね、問題かなと、僕は。問題だし、それこそ、大谷が大活躍して WBC で優勝した時は、オールドメディアが大騒ぎしたわけだし、今、オールドメディアは何を騒いでるかって言ったらメジャーリーグを騒いでるわけでしょ。はい。でも、日本のリーグはっていうと、もう日本のファンだけでもう満員になって、これでいいっていうようなところで、閉鎖されたところで、しかないわけで。そうしたら日本のスポーツ産業、野球を含めたスポーツ産業というのが全く広がっていかないよね。ですよね。この WBC の話で言うと、そのメジャーリーグとメジャーリーグの選手会がやってる大会ですから、それに乗っかってるだけの話ですからね。乗っけてもくれてないよね。おこぼれもらってるだけなんだからね。で、今回分かったのは、放映権さえ、こちら側に何の言える主張する、1ミリもなかったっていうことですよね、そこの隙間が。これ、本当に。だから前回の、労使交渉ですよね。はい。MLB と MLB 選手会の労使交渉の中に入っている項目ですよね、WBC って。ですからそこでもう決まってる話なんですよね。2022年ですかね。4年前ですからね。だから、そうなってることはもう分かりきってたことだってことですよね、これ、実は。これをね、喋り出すとね、非常に難しいのはね、所詮日本の政府もアメリカの風向きを見ないといけないんじゃないかっていうね、結局アメリカに支配されてるんじゃないかっていうことの典型が野球に現れているっていう言い方はできますね。で、それから抜け出したサッカーというものがあるっていう日本のサッカーが。ここのところを一般のスポーツファンはどう捉えるかですよね。ただもう一つ本当、先ほどちらっと言いましたけれども、問題は経済の問題で、
日本の産業の問題で、日本の GDP の問題に関わる。これからどんどんスポーツ産業というのは広がっていくわけですよね。この広がっていくスポーツ産業が日本では広がらないようなシステムによって支配されている。それがジャーナリズムを取り扱うべきメディアが、オールドメディアが日本のスポーツ産業を潰してるんだというようなところ、ここに、さて、ネットのジャーナリズム、我々がどこまで切り込んでいけるか。まあ、ネットフリックス自体は、もしかしたらこれ、野球の底辺を拡大する可能性があるかもしれないとはあるんですよね、これ。ありますね。実際その、ネットフリックスって、F1 って今、世界的な F1 人気ですけど、これ作り出したのはネットフリックスですし。そうですね。そう、世界的な F1 人気で今あなた言ったけれども、昔、日本でも F1 人気すごかったんだよね、いろいろね。そうですね。それが今はもう置いてけぼりにされてるんだよね、もう。まあ、今、ダゾーン一択で。まあ、ダゾーンとネットフリックスが今、世界の、F1 人気をこう引っ張ってってますし、この前の、ね、マイク・タイソンの試合もそうでしたけど、そうですね。ネットフリックスでやって、あれ、バカ当たりしてましたから、ああいう感じで、まあ逆に言うと、今までのオールドメディアよりもネットフリックスの方がいいことが起こるかもしれないとは。時代の流れから言うと、あるいは経済の成長度から言うと、もう見えてるんだよね。オールドメディアの敗北というのは。だからそのオールドメディアの敗北があって、オールドメディアが今生き延びてる。例えばアメリカなんかでもニューヨークタイムズやなんかがまだまだ生き延びてるのは何かって言ったら、全部ジャーナリズムでしょ。記事で売ってるんでしょ。それを日本のオールドメディアはジャーナリズムができないように自分で首絞めて、おまけに日本の経済までもこう縮小するような行動に出てるんだよね。野球を支配することによって。自分たちだけが儲ければよいという。これだけは、ちょっと何とかしないといけないというのは、やっぱり言い続けましょう。我々が。それ以外ないです。はい。はい。はい。それでは、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。さようなら。